皆さんこんにちは。シンガーソングライターのすいです。ランニングビューティーアドバイザーの鈴木梨沙です。反り腰の人ってここの腸腰筋、皆さん聞いたことあると思うんですけど、インナーマッスルですね、はい、ここの腰前のこの鼠径部のところですね、ここがすごい張っちゃってるんですよね、こうやって。でこの腸腰筋と大腿四頭筋ってセットでくっついていて、はい、腸腰筋の働きが悪くなると大腿四頭筋ばっかり頑張っちゃって、はい、ももがすごく疲れちゃうんですよね、はい、大腿四頭筋がほぐれて腸腰筋もほぐれると足の上がりも良くなるので、かなり変わってきます、はい、でここをほぐしてあげるとここの反りが緩和するので、反り腰の人はニュートラルな位置にしやすくなります、で反り腰の人はこの骨盤の真ん中にある仙骨っていう骨がこう傾いちゃってる状態になっているので、ここの仙骨の位置をニュートラルにしてあげるとまっすぐになりやすくなります。それをやっていきますね。はい、ではまずですね、前ももをほぐしてからやっていきましょう。はい、で前もものほぐすやり方、ご存知ですか？教えてください。はい、これを使うんですけど、これもねまた筋力いいです。乗って片両足で、でこれほぐれてると片足でできるようになります、はい、で反り腰の人はここがねすっごい頑張ってると思います、なんでここしっかりほぐしてからやってあげると楽になります。はい、ほぐしてくださいね。これさ、ストレッチポールだったら痛くないんだけど、これ結構痛いんだよな痛いってことはね、それだけ張ってんで、確かにこれが反り腰が良くなって、ほぐれてくると、痛くなくなります。あ、上級者じゃないですか。結構やってんじゃんねこれ。えらい。パリ痛い人はストレッチポールにしてください。確かに確かに。これね。でもほぐれるとね、これ片足でも痛くなくなります。反対も。はい。あんまり張ってなかったら、これはそこまでやらなくていいです。では次ですね、ここの腸腰筋をほぐしていくんですけども、この中腰になってもらって、少し前かがみになってもらうと。このコリコリ鼠径部触るとこがあると思う、ありますか？ありますあります。その触るところにこれを置いていきます。で、うつ伏せに寝てください。で、そのまま寝ちゃってください。それだけで OK です。で、これも30秒から1分ぐらい。走る前はあんまりやるとほぐれすぎちゃうかもしれないので、30秒ぐらいで結構です。結構トップで走ってる方とかでこういうのかなり時間かけてやってる人多いもんね。多いですね。知らないところで見えないところの努力が実を結んでますから、はい、OK。じゃあ次反対ですね。はい、ここだな。はい、で押し当てて、これで1分間寝ます。寝るだけですよ。寝るだけ。寝るだけです。それでいいの。ボール置いて寝るだけですね。はい、OK。じゃあ次ですね、お尻の筋肉、ここなんですけど、お尻の筋肉が硬いと骨盤の回転もしにくいし、お尻を使った走りがしにくくなります。なのでちょっとお尻をほぐしていくんですけど、キュッて力入れた時にへこむとこありますよね。ここ真ん中、ここの真ん中に当てて横に寝ます。これだけです。お尻トレーニングし始めてやっとねへこむようになった。へこまないんですよ、お尻の筋力がないと。でそのままこれも置いて、置いたまま、で体重かけられそうだったら全部乗んじゃってください。確かにちょっとちょい痛、これは。ちょい痛。でこれが横脚とかの改善にもつながります。大天使わかりますか？大天使が小殿筋と梨状筋につながってるんですよね。X 脚とか O 脚で股関節が内側に入っちゃってるんですけど、そこの股関節が外側に向けば足がまっすぐになるんですよ、で、水さんも私も内側に入っちゃってるんですよね。だから股関節が柔らかくするためにはお尻の筋肉をほぐしてあげる必要があるんですよね。でどうしてもランナーの、女性ってほとんど股関節内側に入ってる人いるんですけど、そういう人は頑張って走れば走るほど足が太くなりやすくなります。お尻の筋肉が硬いと長径靭帯炎とか、あと画側炎とかにもつながってきます。気持ちいい。反対ですね。
私がこっちの方が私全体的に右の方が張ってるのかなやっぱり。でその筋力差っていうのが実は柔軟性の差につながってると思います。はい、OK です。OK です。OK ですね。では次、仙骨をリリースするストレッチなんですけども、本を使っていきますね。本。仙骨の下に本を置いてもらって、引き寄せてもらうんですよ。引き寄せるんですけど、この時に仙骨で本をグッと押すようにするんです。押すようにして息吐きながらこっちは引き寄せるんですけど、こっちの足のこの鼠径部を伸ばすので、こっちの足は向こう側に引っ張られてるんですよ。これをやります。でこの本を置いてもらうと仙骨が意識しやすいんですね。そういうことですね。そうなんです。はい、置いてで足伸ばして反対かこっちもいいですよ。引き寄せて息吐いて仙骨で思いっきりグッと本を押してください。押してもこっちは伸ばしてこっちに引っ張られてやるとここが伸びますよね。そうすると仙骨がまっすぐなんでこれ骨盤後傾の人もやった方がいいですね。そういうことですね。はい、息吐いてください。もうとにかく本を仙骨で押す。グッと押してください。そう押す。もう仙骨の傾きをね、直してあげる。そういうことですね。はい、OK。反対。よいしょ。太ももに力入っちゃうんですけどっていう人は押し付けるイメージするとね。そうです。結構変わるんですよね。押し付けるイメージ。はい、OK です。では次はフロックリフトをやります。フロックリフト、よくエクササイズ動画載ってるんですけど、このままカエル足になってもらってクッと上げるんですけど、この時にこれも仙骨をふっと押しつつお尻と足の力を使わずにお尻を引き上げる感じです。このねフロックリフトはサブスリーするときは毎週3回やってますね。仙骨で押して膣がキュッて締まる感じで OK です。はい、息吐いてください。その時は骨盤を押し付けるイメージでやってましたね。仙骨です。仙骨盤なんですけど仙骨をでふっと開けて、はい、そう OK。息吐いてふー、はい、10秒押してキュッと締める、そうキュッと締める。はい、仙骨で押す。はい、OK。はい、もう一回いきましょう。せーの、仙骨です。はい、押して。はい、押して。はい、ぐーっと押してください。もうあと5秒。はい、押して。はい、OK。OK です。ちょっと立ってもらっていいですか。どうですか。なんかね、お腹周りが軽い。立ちやすくなりますか。では次ですね。次、ワイドスクワットやります。これは内転筋とお尻に刺激が入るのと、股関節を外側にするので矯正にもなりません。膝が内に入る。でこれも走る前にやってもらうと内転筋とお尻が使いやすくなります。で肩幅ちょっと広めに開いてもらって、そうですね、 OK。 で胸張ってそのまま下ろしますね。下ろすんですが、もうちょっと開く OK。 でこの時に膝が内に入らないようにして、でこれも内転筋を正面に向けるように下ろす。息吐いてグッと。でも背中が硬いから、これやった時に入っちゃいますね、お尻がね。だからやっぱここが水さん硬いので、もう毎日ほぐしてもらった方がいいですね。息吐いてグッと。そうですね、もうちょっと下いけそうですか。 OK です。膝入んないように。はい、でこれ10秒キープします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。胸張ったまま、はい、上げて、せーの、1、はい、OK。はい、下ろし上げて、はい、2、ラスト10。きついね。OK です。これが腰が硬い人は膝が内側に入りやすい。入りやすいです。腰が硬い人はここがお尻が本当は出してあげた方がいいんですけど、硬いとこうなっちゃうんで、こう入りやすいんですね。膝痛めちゃうので、硬い人は
足を開きすぎない方がいいです、45度ぐらいで OK ですね、普段の姿勢もしっかりまっすぐこう立っているようにしてくださいね。こうやっぱね、普段の姿勢の癖が歪みにつながるので、まっすぐね、まっすぐどうしても前に来ちゃってると思うんですよ、普段前重心になってるのがかかとの方にでまっすぐ立ちやすくなるので、まずはね、これトレーニングも大事だし、普段の意識、これ面倒くさいけど人生変わるぐらい大事なことなので、一緒にやっていきましょうね。スポーツだけじゃなくて、そのこそさっき言ってたけど、こう肩が内側に入ってると落ち込みやすくなっちゃうし、ちゃんとした姿勢になればなるほど明るくなっていきますので、ぜひりささんの、パーソナルも自由が丘のデューで受けられますし、あと今オンラインねやってるんですよね。でオンラインの内容とかもこんな感じになってて、今概要欄にもね貼ってありますので、ぜひね気になるなと思う方はね、いろいろ受けていただけたらなと思います。こうね、胸を張ってると落ち込めないらしいですね。全然落ち込まないです、打ち込まないですこうやってやりながら悲しめないんですって、確かにしくしくみたいなこれがねすごく大切で、普段の姿勢で結構考え方とかもポジティブになってきますので、一緒に続けていきましょう。ありがとうございました。